日本の中央部に位置する愛知県。その愛知県に抱きかかえられている三河湾。僕はこれまでアサリを使った三河湾の海水浄化の研究に取り組んできた。小学校3年生から実に6年間、いろいろなことを突き止めた。三河湾の代表的な二枚貝の中でもアサリの海水ろ過能力が高いこと、活性が高まる塩分濃度はおよそ 3% ほどであり、水温は30度前後であること、また暗い方がより活性が高まることも分かった。しかし今、僕の前には壁が立ちはだかっている。水質、これこそが僕を悩ませている。アサリが海水をろ過することで水の濁り具合は確かにきれいになる。しかしその間に水質はどう変化するのだろうか。そこで昨年度の研究ではアサリが海水をろ過する際の水質の変化を調べてみた。するととんでもないことが分かってしまった。アサリが海水をろ過する過程では pH が低下し、海水が酸性に傾いてしまうことが分かったのだ。見た目はきれいになっても水質が低下しては意味がない。アサリが海水をろ過する間に海水の pH を一定に保つ方法はないのだろうか。そこで僕はあるものに目をつけた。サンゴ砂。海水魚の飼育などに使うサンゴの骨格を砕いて作った砂だ。たまに行く熱帯魚店の店主によると、熱帯魚、特に海水魚の飼育には海水の pH を少し高めに保つことが重要だそうだ。その対策として水槽の底にサンゴ砂が敷かれている。魚の排泄物などによって水素イオンが発生するが、サンゴの主成分である炭酸カルシウムによる炭酸イオンと水素イオンが結びついて消費されることで pH が下がらないという仕組みらしい。早速実験で確かめてみよう。サンゴ砂の有無だけで条件を変えた2つの水槽を用意する。海水には人工海水を使う。塩分濃度は5年生で突き止めた活性が大きくなる 3% だ。アサリはもちろん三河湾産。母の知り合いの親戚の漁師さんがわざわざ僕のために取ってきてくれた。これをできるだけ粒が揃うように選び、各水槽に20匹ずつ入れることにした。さあ、アサリを投入。毎年のことながらドキドキする瞬間だ。今年の新兵器はこれ。pH 計だ。試薬での測定は大変なので、デジタル式のものを買ってもらった。同時に亜硝酸の数値も測ることにした。これには試薬を使った。さらに COD も測ってみることにした。今回は市販のパックテストを使い、簡易的に実験を行うことにした。測定は3時間にわたり30分ごとに行った。pH を測定し、亜硝酸や COD も同時に測定する。そして数値を表計算ソフトに入力する。これを2つの水槽について同時進行で行う。今期との勝負だ。実験開始。サンゴ砂ありの水槽の海水が濁っているのは、細かいサンゴの粒子が漂っているからだ。時間が経てば沈殿するだろうと考え、このまま実験を行った。きっとサンゴ砂のある水槽の方が pH が高い、または低下しないだろう。一方、サンゴ砂のない水槽では、どんどん pH が低下していくに違いない。そう予想を立てて、3時間の実験に取り組んだ。30分ごとに経過を示す。
実験結果をグラフにした。pH はサンゴ砂のある方が全体的に低い結果となった。つまり、サンゴ砂による pH 低下の防止効果は確認できなかった。今回の実験では、海水を循環させておらず、海水がサンゴ砂の中を通過しなかったために、サンゴ砂の効果が現れなかったのではないだろうか。しかし、COD の変動を見て、僕は妙だなと思った。同じ数のアサリが同じ人工海水中で活動しているのだから、排泄物などにより COD は同じように変わっていくと思っていた。しかし、実際には砂ありの方が前半に高い数値を示していた。亜硝酸の値についても似た結果が出た。こちらもサンゴ砂がある水槽の方が高い値を示したのだ。これは一体どういうことなのだろう。僕は水槽を覗き込んでいるうちにあることに気がついた。サンゴ砂のある水槽とない水槽ではアサリの様子に違いが見られたのだ。サンゴ砂のある方のアサリはみんな水管をぐっと伸ばして元気よく活動しているように見える。それに比べサンゴ砂のない方のアサリは水管は伸ばしているものの元気がないように見える。もしかするとサンゴ砂の有無によりアサリの活性に違いが出ているのではないだろうか。そこで小学生の頃に作った簡易コード計を引っ張り出してきてアサリの活性を調べてみた。濁らせた海水をアサリにろ過させ、その濁り具合を計測する。海水を通過する LED の光の強さをフォトレジスタの抵抗値として読み取るのだ。これが実験の結果だ。数値が小さいほど海水は透き通っていることになる。思った通り、サンゴ砂がある方が透明度が高い。つまり、アサリの活性が高まったということが言える。今年の研究では、当初の目的だった pH 低下の防止については、サンゴ砂の効果を確かめることができなかった。しかし、図らずも、サンゴ砂のある方がない場合よりも、アサリの活性が高まることが分かった。僕は、アサリを海水につけておけばよいと思っていたが、砂も重要な要素なんだ。僕が作ろうとしているアサリによる海水浄化システムには、砂を組み入れる必要があるだろう。三河湾は僕にとって家族との思い出の場所。来年こそはアサリによる海水浄化システムを試作し、実際の三河湾でその効果を確かめてみたい。待ってろよ、三河湾。